こんにちは、ゆうかです。本日は2月2日、獅子座で起こる満月のお話をしていこうと思っています。今日もよろしくお願いします。はい、2月ですね。もうね、2月4日が立春っていうことで、だいぶね、今年っていうか新しい年2026年の流れにどんどん乗ってきてるような状況かなと思うんですけど、2月2日っていう、22っていうことでね、イメージとしてはすごくこう明るい明るいイメージを持っていたんですけど、でも実際この、明るいですよ、明るいけど実際この星を開いてみると結構またもやいろんなことが発覚してくるっていうね。そして獅子座の13度で起こる満月なんですね。でロックハウス、日本の場合はロックハウスで起こる満月で、そして獅子座13度っていうのはすごくこうね、前回も13度に私注目しているって話がありましたけど、もうカリスマ的な数字であって、そしてもう独自の創造性を堂々と表現していく、引きつけるようなエネルギーの度数、そして、揺れている年を取った船長というサビアンシンボルの場所なんですね。そしてもう自分から働きかけなくてもどんどん人が集まってくるようなカリスマ的な力を発揮していく場所とかなんかね、言われているみたいですごいですね。そんな感じで皆さんっていうか、だんだんこう自分がどういう力が持ってるのかなとか、何をしていったらいいのかなとか、ちょっとずつ自分の光が見えてきたような、そんな感じの感覚はだんだんしてきたのかなって。そしてロックハウスっていうことで、それがこう日常生活にちょっとずつ落とし込めるような、何かこう形になっていくような、何かそういうものがもうすでになんとなくは見出せてきたような感じの雰囲気なんですよね。ただ同時に太陽が12ハウスの、水亀座ですねにあって、そして、12ハウスにすごく星が集中してるんですよね。で冥王星もあったり、アセンダントに、金星とか、あと水星がコンジャンクションしているような状況であるっていうことで、この星っていうのが、どう言ったらいいのか、そのもう本当にこうしがみついていたものっていうか、なんかあって当たり前すぎちゃって、なんか手放すってことはもう考えてなかったようなもの。例えばですよ、例えばだけど、もう旦那さんとの関係性がすごくもう冷え切っているんだけど、やっぱり経済的には旦那様は支えてくれてるし、お子さんもいらっしゃるっていうことで、完全に家の中はもう冷え切ってるけど、でも絶対別れられないって、信じてたものとかだけど、もう絶対的に終わってるから、もうこれを片付けなきゃ絶対ダメなんだぞっていうのがもうクリアに分かるとかですね。あともうさ、死ぬまでこの仕事は続けようと思ってた、お仕事、お金を取るようなお仕事で、もうとにかく面倒くさい、退社すること自体が面倒くさい、流れてるし、なんか好きじゃないし、時間の無駄のような気もするけど、やっぱり定期的なお給料入ってくるし、なんかもう上司の方にそれを相談するのも辛い、めんどくさい、表現できないみたいな。でも明らかにもう絶対やめなきゃいけないようなサインがいくつも出てきてるとか、
あとさ、私がすごく思うのが、自分の感情の癖みたいなのがあって、例えばさ、いつもネガティブになるような場面があって、でも例えば自分が40代50代、30代とかだったとしても、毎回毎回同じところでこうつまずいてるから、それが心の癖ってもう気がつかないぐらい自分の中で浸透しているようなネガティブな考え方があって、でももうそれを持ってると辛くて、もう持てなくなっちゃうっていうのかな、自分の中の心の癖、ネガティブな感情がもういらないっていうか、いらないっていうふうに努力してる、いらないっていうよりはもう持てなくなっちゃうような感覚。本当に別に離婚までしようって思ってないんだけど、なんかもう手放さざるを得ないような状況になっちゃうとか、いややめようなんて思ってなかった会社をね、だけどやめざるを得ないんだなっていうことが明確に見えてきてしまうとか、で別にネガティブなままでも良かったんだよね。居心地良かったし、落ち込んでることっていうのはなんか居心地良かった。もうちょっと引きこもってたことだったり、誰とも喋らないっていうことはすごいこう自分を守ったし楽だったとか、変わる気も正直なかった、変わりたいけど変われなかったみたいな。でも変わらないとなんか本気で調子悪くなるみたいな、本気で死んじゃうかもみたいな、そのネガティブな状況のままだとなんか自分が追い込まれていってしまうような感じがしてしまうっていうことだったりだとか、そういうことがすごいこうはっきりと浮上してくると思うんですね。で特にさ、本当に物事だったら、関係性とかだったらまだはっきりわかるけど、自分の中の感情的な問題ってすっごく慣れ親しんでいるものだと思うんですよ。なんかいつも同じような落ち込み方、いつも同じような考え方をして、同じようにこう詰まるっていうのは、ある種さ、人間ってさ辛いんだけどそれが居心地よくなってたりするじゃないですか。なんかポジティブになるとさ、こうやっぱりいろいろ回転し始めるから、回転したいんだけどなんか回転してるところにこう行ったことがないから、なんか落としといた方が楽みたいな、自分がネガティブでいた方が楽みたいな、そういうようななんて言うんでしょう、心の癖みたいなのってみんなどこかにあって、であまりにも習慣化している。例えばもう当たり前のように人のせいにする、自分が悪いって全然思えなくて当たり前に人のせいにしているとか、怒って当たり前でしょ、だって私正論を言ってるよね、正論を言ってるんだから当たり前じゃないとか。でもこう正論をぶつけられることの苦しさって言ったらなかったりするじゃないですか、その反対側の人からしたら。そりゃそうかもしれないけどそうじゃないみたいな。でなんか当たり前にそれはそうでしょって思ったことが、なんかこうそうじゃなかったんだみたいなことがこう明確になってきて、でそれを手放さないと前に進めないんだっていう風な状況になってくるような満月なんですね。ただ同時に獅子座の13度で起こる満月だから、それがこうクリーンになればなるほどすっごいさっぱりして前に進める、もう自分がシフトした位置でこうポンとこう開いていく、綺麗に開いていくような軽い満月だと思うんですね。そして同時に皆さんね、社会情勢とか見てれば分かると思うけど、国家レベルでも不必要な関係性だとかごたついたものがもうどんどん出てきて、で終わりになるものは終わりになってどんどんこうシフトしていくような状況っていうのも生まれてくるような、そういう満月だと思いますね。だから本当に変わってくる
る、本当に目に見えて変わってくるような段階。そして結構最近みんな言われているのが、その土星と海王星がコンジャンクション、合わさって、お羊座かなで合わさってくるっていう話っていうのがすごく最近出まくってるっていうか出てますけど、海王星っていうのはすごくスピリチュアルな星座で、土星っていうのはすごく現実的な星座なんですね。で、私もそのスピリチュアルなことを仕事にしてますけど、でスピリチュアルなことって目に見えないことだから、日本とかだったらちょっとそれをバカにするような文化、それも情報操作の差があったと私は正直思うところもあるんですけど、私が思うにスピリチュアルっていうのはすごい現実的なことっていうか、例えばその人間関係をスムーズに活かせたいのであれば、スピリチュアリティをこう知ってるっていうか、その心構えを知らなければ人間関係っていうのはやっぱりスムーズにできないですし、あとじゃあお金、金銭的に豊かに生きていこうとか、自分の夢を現実化していこうっていうのも、実際その自分のスピリチュアリティっていうのを深く掘り下げてなければ、お金をこう取って、それが本当に大富豪になるとかじゃなかったとしても、自分の魂の資質っていうのをきちんと分かった上できちんと動いていかなければ、豊かさっていうのはやっぱり手に入らなかったり、肉体が本当に健やかに美しく健康になるっていうのは正直なところできないんですよね。だからそのスピリチュアリティっていうのはまるでなんか夢物語っていうか、誰かの逃避の世界のように語られていたことだった部分も、もしかしたら情報的にこう誤解されてたかもしれないけれども、でも冷静さ、そのスピリチュアリティを知れば知るほど現実っていうのがクリアになって、クリーンな生き方になっていくし、どんどんこう豊かっていうか、お金っていうよりももう心だったり、もちろん金銭的なものだったり、あと健康だったり、人間関係の良好さだったり、自分の本当に持ってるポテンシャルを生きるっていうことだったり、そういうことっていうのは現実化していくっていうのは、スピリチュアリティを知らずしては正直、もちろんね、いろんな考え方があるし、いろんな道筋があると思うんですけど、スピリチュアリティっていう言葉ではくくれない部分もあるかもしれないけれども、結局それが分からなければ、人生をこうきちんと正しい方向性にボールを投げるっていうのは難しいところなんですよね。だけどそれが本当に明晰化してくる時代になってきたっていう、冷静さっていうのはただ祈ってればいいものじゃないっていうか、祈る以上はもう本当にそれに対して行動を起こす。もう祈ってるんだったらやっぱり日々の行動からきちんとした態度を皆さんにするであるとか、誠実な言葉遣い、誠実な態度で接しなければならないとか、環境汚染しないとか、嘘をつかないとか、そういう日頃の行いっていうのをもうどんどんこうきちんとしていかなくちゃいけないっていう、そのきちんとグラウンディングした形、地に足をつけた形でスピリチュアリティっていうのを表現していかなければならないみたいな、そういうこう段階に入ったっていう感じで、だからある種の嘘のスピリチュアリティっていうのはどんどん崩壊していく。例えば宗教とかそういうものでももちろんね、いい部分もあるとは思うんですけど、でも明らかにその操作のための情報だったり、やっぱりね、宗教っていうのは集合意識を動かせるものじゃないですか。大きなグループを動かせる考え方を、植え付けるっていうものだからね。だからそういうおかしいなっていう矛盾点に気が付く人も増えてくるっていうのかな。これって洗脳だったのかなみたいなそういうのもこう気が付く人も増えてきたりだとか、そしてスピリチュアリティもちょっとこうふわふわしたものっていうのはもう淘汰されていっ
淘汰されていってしまう、本当に現実的に使えるものだけが残っていくみたいな、そしてそれをみんながこうやっていくみたいな感じの時代の変換点になってるかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあありがとうございました。もう2月2日、そして2月4日は立春でね、だんだん春のエネルギーが入って2026年が本格化するような流れになってきましたけれども、では、次回をお楽しみに。ゆうかでした。